皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の13日、木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時39分ということで1時間ちょっと遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、この間ですね、911テロは自作自演だったというタイトルで、1回、2回目と、で今回は3段目ですね、3回目ということで、アーロン・ルッソーというアメリカの有名な監督の証言、ロックフェラーは911を予告したという、これは映像も、それからその映像の内容をですね、全文書き起こした文章も何回か取り上げてるんですけど、今回もまたですね、この重要な証言を取り上げたいということです。今日のワイワイニュースライブの通算ですね、2797回目ということで、あと3回で2800回になりますね。ツイキャスのみの一元放送ということで、Facebook ライブは使えないと。30日間の5回目のですね、利用禁止処分が出たんですね。ということで、とりあえずこのワイワイニュースライブ一元放送、今のところ音声も映像も問題なく配信されているということですね。ということで、今日の放送の最初、昨日お休みでしたんで、火曜日のメインテーマですね。これの YouTube 表紙を作ってくれましたんで、非常にこれ分かりやすいですね。911米国同時テロは自作自演テロだったということで、この首謀者3人が大笑いしていると。その背後で、ワールドトレードセンターツインタワーが炎上しているということですね。現時点での視聴者数はツイキャスが454名、YouTube が460名で全部で914名ということになっています。ミルキーさんがお団子ですね。お団子が3つですね。ありがとうございます。砂ずきんさん、コンティニューコインが2枚ですね。から砂ずきんさんが今日のメインテーマをリツイートしてくれました。石森さんが山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。初耳さんがいつものように、コンティニューコインが1、2、3、4、5、6枚ですね。7枚ですね。ありがとうございます。配信ありがとうございます。初耳さん、ワイワイニュースライブ、パソコンからキャス配信中ということで、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれましたね。から石森さん、お茶配信ありがとうございます。イルミナティ研究会さん、お茶爆10ですね。それから今日の放送の前ですね、砂ずきんさん、連合の罪と罰と、本沢二郎の日本の風景3343ですね、ということです。そして今日の画像ですけど、1、2、3、4枚あるんですね。で、最初が香港ですごい、若者を中心にした街頭デモ100万人、おとといですか、例の逃亡犯条例改正ということで、香港で逮捕された容疑者がそのまま中国本土に移管されると、移送されるということを認める法改正を香港政府は強行しようとしているということに対して、若者を中心にした、香港の住民が100万人以上、おとといですね。で、昨日も若者を中心にして、多数のデモ隊が
香港の中心街を占拠したという、これ空から撮った AFP の、映像から撮った画像ですね。でこれでは見えないんですけど、みんな傘持ってるんですね。いわゆる警官隊が発射する催涙弾から身を守るために傘を持っているということなんですね。そして、結局この法案を審議する、立法議会に向けて、彼らは進むと。それを阻止するために大量の警官隊が動員されていると。こういうことになってるんですね。大変なことになってるんですね。そして、このデモ隊に賛同する商店がですね、多くの商店が店を閉めてこの抗議活動に賛同するということで、全、香港全体が大きな抗議運動を行っているという事態ですね。それから2枚目の動画兼画像が例のですね、調査報道記者イワン・ゴルノフさんという人がでっち上げ、ロシア警察によるでっち上げで麻薬販売容疑のでっち上げで、拘束されたという、彼が世論の大反発でですね、急遽釈放されたんですね。これはすごいですよね。特にロシアの三大新聞が一斉に共同記事を一面に掲げて、我々はイワン・ゴルノフだという、こういう共同キャンペーンを張ったんですね。それでロシアの世論が警察あるいは麻薬取締当局に対する、抗議批判が集中したと。でそれを鋭く感じたプーチンが釈放を命じたんでしょうね。ということで、やはりすごいですね。香港にしろロシアにしろこういうあれです。動画がついてるんですね。これ AFP 記事ですね。から3枚目が、早稲田クロニクルとから英国の有力新聞ガーディアンが東京をテーマにして、記事を書いて、そのキックオフイベントということで、渋谷でですね、昨日おとといかな、月曜日にこういう50名ぐらい参加したトークイベントを開催したということで、これの記事がですね、早稲田クロニクルの記事に載ってましたんで、今日の注目記事として、取り上げたんですね。でそれはまあ画期的なことなんですけど、私が気がついたのは、このガーディアンの記事がもう載ってるんですけど、6月の11日火曜日にこのガーディアンの記事が載ってるんですね。でタイトルがこれですね。 How Tokyo's Suburban Housing became Birth Ghetto for the Old ということで、東京の郊外のハウジングっていうのは公営住宅なんですね。都営住宅なんかが高齢者にとっての巨大なゲットになったのはなぜかと、どのようかという、これ早稲田クロニクルの取材をメインにしてベースにした記事なんですね。でここにちゃんと書いてあるんですよ。見えますかね、名前が。なんだ誠渡辺
和弘辻、ロバート本郷 and 秀明木村で、all photographs by 大使坂本ということで、早稲田クロニクルなんですね。They have no lifts, shops or medical services, yet they are home to mostly poor, elderly people. Guardian Cities and the 早稲田 Chronicle investigate Tokyo's massive homes for solitary death という、いわゆる孤独死ですよね。公営住宅の中で孤独死をする人たちを取り上げてるんですね。で、問題はですね、この下にあるこれなんですよ。これ、ロックフェラーファウンデーションということで、このシティーズという世界各国の都市を特集してるんですね。で、cities is supported by ロックフェラーファンデーションということで、ロックフェラーが財政援助していると、こういうのが図らずも分かったんですね、これ。ということで、今日のメインテーマの中でですね、いわゆる911、同時米国テロは11ヶ月前にすでに予告されてたと。で、アーロン・ルッソーという有名なアメリカの監督兼映画プロデューサー、彼とそれからロックフェラー、ニコラス・ロックフェラーという、デビッド・ロックフェラーの甥ですよねが非常に親しくなってさまざまなことを話したということで、その中で、11ヶ月前に911が予告されてたということと、からこのインタビューの中でですね、アーロン・ルッソーが言ってるのは1960年代後半から全世界で特に先進国ですよね、欧米、日本で、開始された女性解放運動ウーマンリブ、これ実はロックフェラー財団が仕掛けて、財政援助したんだということを言ってるんですね。だから非常に怪しいんですよ、ロックフェラー財団というのは。その財団から、資金援助を受けて、このガーディアン紙のシティーズという世界の大都市大都市が抱える問題等々をクローズアップするという特集企画なんですけど、これがロックフェラー財団が背後にいるということなんですよね。だから物手を挙げて喜べないというのが私の感想ですね。それで4つの記事なんですね。4つの画像なんですね、今日の。K さん、コンティニューコイン、ヨーヨーさん、お団子ですね。最近お団子が流行ってるんですね。砂ずきんさん、今日のメインテーマリツイートしてくれましたね。ということで、今までのところをアップします。うわ、マイナス18か。途中で切らないといけないですね。
イスラム過激派アルカイダをテロの主犯にでっち上げて行った自作自演テロだったと、これがテーマだったんですね。そして現在までの現時点での視聴者数ですね。914名ということですね。それから今日の画像ですね。これは香港での、移送、容疑者の移送を、これは違う。逃亡犯条例改正反対の大抗議運動が香港で起こっているということなんですね。それが最初から同じようにロシアでは警察のでっち上げによって逮捕された調査報道の記者がですね、異例にも釈放されたということなんですね。これは何かというと、結局世論なんですね。世論を主導したマスコミなんですね。日本ではまずありえないでしょうね。実際に、関西生コンに対する警察の組織的な弾圧に対して大手マスコミは報道さえもしないということなんですよね。だからいつも言ってますように、日本のマスコミっていうのは権力犯罪、安倍事故ファシスト政権による国家権力犯罪の共犯者ではなくて主犯者だという、まさに戦前と全く同じような構図になっちゃっているということですよね。それと早稲田クロニクルのイベントが今週の月曜日に渋谷で開かれた。私も行きたかったんですけどちょっと無理なんで、この記事を、今日取り上げるということですね。そして、これたまたま見つけたんですけど、このガーディアン紙の世界各国の都市をクローズアップするという企画ですね。世界の都市企画は実は怪しげなロックフェラー財団が資金援助しているということが分かったということですね。カットメンさんですね。お茶ですね。ということです。今日の画像ですね。それで今日の注目記事はこの早稲田クロニクルのこのイベントに関する記事ですね。これを取り上げました。早稲黒と英国紙ガーディアンが東京をテーマに議論と、五輪が東京の矛盾を隠してないかと、東京渋谷で世界の都市東京編のキックオフイベントが開催されたという、この記事のタイトルと URL ですね。だからガーディアンも朝日新聞とか毎日新聞とか日経新聞とか読売新聞とか日本の大手マスコミの正体を知ってるわけですよね。だからあえて弱小の早稲田クロニクルと共同企画にしたということが画期的なんですよね。普通だったら朝日新聞ぐらいと共同で、取材するんじゃないですか。でも朝日新聞のいわゆる一見リベラルだけど実は調査報道探査報道に関しては力不足だ
いうことをちゃんとガーディアンは分かってるんですね。それで元朝日新聞の調査報道を担当して結局途中で、追い出されたですね。そして独立して早稲田クロニクルを立ち上げた渡辺編集長と、それから木村編集幹事がいる早稲田クロニクルに、共同取材を申し込んだということですね。K さん、そうですね。早稲田クロニクルが大きく発展してジャーナリズムの本質を展開できるきっかけになるといいですねと。そういうことですよね。これは画期的ですよ。ということで、ぜひこの記事を読んでください。早稲田クロ、そして支援してください。で、今日の推薦図書ですね。かなりもう佳境に入ってるんですけど、日本が自滅する人、石井幸喜さんの最後の彼が本当に言いたかったエッセンスですね。第97回目の今日は朗読で、第4章構造改革のための25のプログラム、その第1節、官企業の全廃がもたらす経済の覚醒ということで、プログラムの9ですね。9、地方公社と第三セクターを整理するという、これは1ページぐらいですから、今読みますね。国の行政企業に倣って地方においても行政企業としての公社特殊法人第三セクターが1960年代以降急速に増加したと。前述の公益法人等とは別に都道府県指定市市町村特別区にわたって作られているこれらの行政企業はなんと1万135社も存在した。すごいですね。構造も役割も国の場合とほぼ同じだと。地方自治体の財政破綻を招いた重大な要因もこれらにあるし、経済社会全体を歪め病変させた元凶の一つもここにあると言ってよいと。これらの多くはまさしく地方公務員の天下り先として活用され、公費助成のもとに生産流通販売管理などの広範なビジネスが展開されていると。福祉、教育、スポーツ、文化、娯楽、コンベンションなどの分野においても大きな事業活動を行っていると。土地、資本、設備投資、利子、納税の負担がほとんどなく、立ち行かない経営に対する個人責任は全く問われないと。東京都だけでも外郭団体に対する都民負担は年間100億円単位のものがあると。それがまた地域から仕事を奪ってしまう。公共の事業がいかに地域から経済を壊してきたかは各所に述べたが、卑近な例を私が住んでいる東京から一つだけ紹介してみようと。私の事務所のすぐそばに東京都世田谷区が区画整理事業で建てた高層ビルがありますね。そのいくつかのフロアを区の外郭団体が利用していると。その一遇に、なんとタダで印刷をしてくれるところがあるのだと。住民サービスというわけで、紙さえ持っていけばチラシやビラ、ちょっとした新聞の印刷ができると。200枚までというのが5回に分ければ1000枚、10回なら2000枚といくらでもタダであると。これでは近所の小さな印刷屋さんの仕事はますます減ってしまうと。類似のケースは日本の全国枚挙にいとまがないと。地方公共団体も純然たる行政事務以外は民間での原則を肝に銘じてほしいもんだと。地方公社と第三セクター及びその子会社等の廃止生産も国の改革とともに大胆に進めることが極めて重要であるということですね。これがプログラム9ですね。これは全く意義なしですね。そして明日プログラム10、真の公益法人を支える税制を作るというところですね。そして11がプログラム11に、200万人が失職するが
800万人の職が生まれると。ここが第4章の第1節ですね。で、第2節になって、地方の市場からの、権力の市場からの退却と。第2節。これがプログラム12、13、14、15、16、17ですね。で、第3節が国家予算の半減ということで、プログラム18、19、20、21、22で、第4節、品格ある公務の復活、プログラム23、24、25ということなんね。25っていうのは天下り禁止法を急いで定めると。いいですね。で、最後に終わりにっていう、ベルリンの壁の向こう側という最後の章なんですね。それで、全部読み終えるということです。ということで、石井幸喜さんの推薦図書の朗読が終わりました。で、今日のメインテーマですね。911テロは自作自演だったというシリーズの今日は第3弾ナンバー3、アーロン・ルッソー監督の証言、ロックフェラーは911を予告してたという記事ですね。これはまあ何回も取り上げたんですけど、特に重要な内容なんで再度取り上げるということです。米国の著名映画監督兼プロデューサーのアーロン・ルッソー監督は2007年2月、プリゾン・プラネットのアレックス・ジョーンズとのインタビューの中で、デビッド・ロックフェラーの甥で弁護士のニック・ロックフェラーとの間で、交わされた911テロの真相を命がけで語ったということですね。このアレックス・ジョーンズっていうのは陰謀論者で非常に有名な人なんですけど、この前フェイスブックからアカウント停止の除名処分を受けた。でその記事にはですね、極右って書いてあるんですよね。極右の陰謀論者として有名なアレックス・ジョーンズがフェイスブックからアカウントを削除されたという記事があったんですけど、極右とは思わないですよね。まあ陰謀論者っていうのは確かなんですけど、なんで極右なのかなと。まあ極左でもないけど、それほど右翼なのかなというふうな印象は持ってないですね。ということで、アーロン・ルッソー監督で、アーロン・ルッソー監督がこのインタビューの6ヶ月後にですね、膀胱がんで、64歳の若さで、亡くなったんですね。で、アーロン・ルッソーはこのインタビューの中で911の重大な秘密を暴露したということで、おそらくロックフェラーマフィアに謀殺されたんだろうというふうに思いますね。なぜならばアーロン・ルッソーは生前インタビューを行ったアレックス・ジョーンズに対して、自分はずっと脅迫されていたからがんは攻撃によるものと思うと語っていたということなんですから、今地球支配階級にとってがんも人工的に作れると、殺人兵器として、医療兵器として使うことができるということだと思うんですね。チャベス大統領、ベネズエラ、彼もがんで、死んでますよね。でこのアーロン・ルッソーのインタビューの中でも、このニコラス・ロックフェラーが次はベネズエラのチャベスを倒すんだと言ってるんですよね。ということで、このアーロン・ルッソーのこのニコラス・ロックフェラーとの会話、この説明をですね、ウィキペディアの中で、言われてるんですね。でその部分を抜粋しますね。ニコラス・ロックフェラーとの会話ということで、ウィキペディアアーロン・ルッソーから抜粋ということで、
アメリカ自由からのファシズムが話題となった後、ルッソーはジャーナリストのアレックス・ジョーンズのインタビューに答え、その中で旧知の友人ニコラス・ロックフェラーとの会話の内容を暴露したと、披露したと。でルッソーによると、ロックフェラーはアメリカ同時多発テロ事件の11ヶ月前の時点で、米国でアフガニスタン侵攻やイラク戦争のきっかけとなる事件が起こることをすでに予告してたという。そしてロックフェラーは同時に、その事件および後に起こる、米軍侵攻の全てが巨大なでっち上げであるとも語ったというと。この会話を発表した半年後、6年前から患っていた膀胱がんにより、ルッソーは死去したと。トークショー司会のアレックス・ジョーンズは、アーロンが密かに自分はずっと脅迫されていたから、がんは攻撃によるものだと思うと語ったと明言したということなんね。だからほぼ確実でしょうね。だからがんの発症っていうのは、いわゆるたまたまがんに侵されたんだということなんですけど、完全に地震兵器とか気象兵器とともに医療兵器として、もう人工的にがんを発症させ、そして、あたかも自然に利病したという体裁をとって、アーロン・ルッソーの場合は6年前から患ってたということですから、長期間にわたって徐々にがん細胞が健康を蝕んで、死亡まで至るという長い過程を経るという技術が確立されているということなんですよね。で、このインタビュー映像の全文を書き起こしたものを、911テロは自作自演だったの第3弾記事として以下に再掲すると。でこの中でニコラス・ロックフェラーは1960年代後半から70年代全般にかけて主として欧米や日本などで起こった女性解放運動ウーマンリブを仕掛けて財政援助したのがロックフェラー財団だったということを語ってるんですね。ですからロックフェラー財団が例のガーディアン紙の世界の都市シリーズで東京編を早稲田クロニクルとジョイントでやったという第1弾の記事が出たんですけど、さっきお見せしたように1ページ目ですね、ガーディアン紙の1ページ目のこの記事のこのところに、このシティーズという企画はロックフェラーファンデーションがサポートしてますよという、わざわざこれが書いてあるということなんですね。ということです。それで、最初に YouTube の映像ですね。これ YouTube で、まだ見られますんで、ぜひ、見てください。ちゃんと字幕がついてますんで。ロックフェラーは911を予告したと。アーロン・ルッソー監督の証言と。から次に、この映像を全文書き起こしたものということで、これはブログの真実と嘘の境界線という2014年4月23日付のブログで、全文書き起こしをしてくれてるんですね。これを再掲したということで、ニック・ロックフェラーと親交のあったアーロン・ルッソーはプリゾン・プラネットのアレックス・ジョーンズに友人ニック・ロックフェラーとの会話内容を語ったインタビューを残したということなんですね。でこれ結構長いんですけど、これ一応読みますね。非常に重要なんで。インタビュアーアレックス・ジョーンズですね。まずどのようにロックフェラーと出会ってこういう話をすることになったんですかと。アーロン・ルッソー、私の女性弁護士がロックフェラーの一人が会いたがっていると言ってきたんですと。私は怒り狂ってという映画を作った後で、
彼はそれを見て、彼っていうのはニック・ロックフェラーですね。それを見て私に会いたいと、私は私でちょうどネバダ州知事選に立候補、1998年頃していたので、じゃあぜひ会いましょうと。で、会って話をして、僕は彼を気に入ったし、彼はとても聡明な男ですと。2人で語り合っていろんな意見を交換したんですと。その彼が911の11ヶ月前に、これからある出来事が起こると言ったんですということですね。だから2001年の9月11日の11ヶ月前ということは2000年の10月なんですね。11ヶ月前で、それがどんな出来事かは言わなかったけれども、その出来事ゆえに我々はアフガニスタンを侵略してカスピ海から石油のパイプラインを引くし、イラクを侵略して油田を確保し、中東に米軍基地を構築して、あの辺をニューワールドオーダー、新世界秩序に取り組むと。それからベネズエラのチャベスをやっつけるんだと、ここで言ってるんですね。そうしたら彼の言った通り911が起こったと。彼は米兵がアフガニスタンやパキスタンの洞窟を探し回ることや、対テロ戦争が始まるけれども本当は敵なんかいないし、それら全部が巨大なでっち上げだと語っていましたよと。政府がアメリカの人々を支配するための手段だってと。で、インタビュアーアレックス・ジョーンズね、彼がでっち上げだって言ったんですねと。アーロン・ルーソー、そうです、確かにそう言いましたと。対テロ戦争になるって笑いながらと。911が起こって、その後何も起きていないと。我々のセキュリティが素晴らしいから911を実行したような連中が同様なことをできないとでも思ってんですかねと。冗談じゃない、そんな馬鹿げてますよ。911は我々自身と政府職員や金融業界の人間たちがアメリカ市民に恐怖を植え付け、彼らに従属させ、彼らがやりたい放題できるようにするためにやったことなんですと。あれはそういうことだったんですよと。で、この戦争、終わりなき対テロ戦争を作り上げた、それが最初の嘘だった。お次はイラク攻撃だと。サダム・フセインをやっつけるんだ、大量破壊兵器だって、それが次の嘘だったと。インタビュアーですね。これは6年ちょっと前のことですねと。911の11ヶ月前で、6年前というのはそうですね、2001年の6年後だから2007年にインタビューしたんですね、2月に。で、911の11ヶ月前で、弁護士でもあるニック・ロックフェラーが、それ以前からあなたの友人だった彼が、ある大事件が起きて、その結果永遠に続く対テロ戦争になると言ったんですねと。アーロン・ルッソー、そうです、永遠に続くと。敵が存在しない戦争が、だから勝者も特定できないと。誰が勝ったかなんて言えないんですと。だって倒す敵がいないんだものと。だから戦争は延々と続くと。今でも続いてるんですね。その間彼らはやりたい放題だと。アメリカ市民は恐怖で縮み上がってと。いいですか、この対テロ戦争というのは詐欺ですと。茶番なんですよと。これを声に出して言うことは容易なことじゃない。なぜってみんなおじけづくんですと言うと、気違い扱いされると。でも真実は暴露されなければいけないと。だから私はこのインタビューを受けてるんですと。紛れもない事実は対テロ戦争は詐欺で茶番だということ。イラクで戦争をやってますよ。我々が侵略したんだからと。みんなあそこで戦っている。でも対テロ戦争はジョークだと。911に何が本当に起こったかを、誰が犯人かを理解するまでは、だってそれが対テロ戦争が始まった原因なんだからと。そこから発生してるんですからねと。911がこれを始めさせたんだから、その911の根っこを、911の真実を把握しなければ、この対テロ戦争は絶対に理解できませんと。インタビューは、昨夜話したけど、あなたが州知事選で
30% 票を取るだろうとか、効果を上げられる人で怒り狂ってを作ったし、彼らはあなたが憲法党を作ったことも知っていたし、話題を通じていろいろと成し遂げた人で、映画も作ったし他にも成功していたから、ロックフェラーがあなたをリクルート採用することにして、僕は彼らの仲間になるんだから心配するな、君の体内に埋め込むマイクロチップがちゃんと俺に触るなって言うからってあなたに話したってと。アーロン・ルーツを、確かにリクルートしようとしたんだけど、採用というかもうちょっと微妙なんですかと。インタビュー、どんな具合だったんですかと。アーロン・ルーツを、私たちは友人として家の行き来もして夕飯を一緒に取ったり話したり、いろんな仕事の投資のことや、僕がカウンシル・オン・フォーニン・リレーションズと、外交問題評議会ですね、 CFR に入りたいかどうか、入りたいならばレター推薦状がいるよとか、いろんなことを話しましたと。でも僕は彼に言われるようにはならなかった。それは僕の生き方じゃなかったからと。ニック、君のことは好きだけど、僕らは垣根の反対側にいるんだと。人々を自分の奴隷にするなんて僕の心情じゃないって言いましたと。インタビュアー、彼は俺はやるよとか、それが彼ら人々のためだとか言ったんですかと。アーロン・ルッソー、そうではなく、何というかと。彼ら一般市民が何だって言うんだと。なんであんな連中のことを心配するんだよと。君にとってどんな違いがあると。自分の人生を大事にしろよと。ニック・ロックフェラーが言ったことなんですね。自分の人生を大事にしろよと。自分の家族にとっての最善をやるべきだと。残りの人間どもが何だって言うのさと。何の意味もないぜと。彼らはただの人間で我々に奉仕してるのさと。だから人間と思ってないんですよね。ゴイムなんですよね。家畜なんですよね。それ、ニックの考え方は思いやりの欠如で、僕はそんな風には考えられないと。冷たいっていうか、そう、冷たいと。彼に聞いたんですと。それで一体何になるんだと。君はあり余るほどの財産を持ってるし、十分すぎる権力もあると。そんなことをして一体どんなメリットがあるのかいと。何が最終目的なのかって。彼は最終目的は人々にチップを埋め込んで社会全体を支配することだと。銀行家エリートや知事なんかが世界を支配できるようにと。これがあれですよね。世界統一政府ですよね。タルムードの目的ですよね。それで僕は CFR のすべてのメンバーが君と同じことをやってるのかと聞きましたと。彼はいやそうじゃないと。大半は正しいことをしているよと言いましたと。社会主義的に見えた方がいいから、我々はみんな社会主義は資本主義だって気づかせないという鋭いですね。本音ですよね。社会主義と資本主義は同じなんだと。アメリカは社会主義国家になりつつあると、実は今や共産主義になっているけど、彼の家で彼が語ったことの一つは、笑いながら話したんだけど、ウーマンリブは何だって思うって、これですね。その時僕は型にはまった考え方で、女性は働いて男性と同等の給料を得る権利があると思うし、ちょうど女性たちが投票権を勝ち取ったのと同じだと言ったら笑い出して、お前はバカだなと。あれが何だったのか教えてやろうと。俺たちロックフェラーが資金を出したんだよと。俺たちがウーマンリブを後押ししたんだと。俺たちロックフェラー財団が全部の新聞やテレビで取り上げたんだと。どうしてかって知りたいかと。理由は2つあると。1つはウーマンリブ以前は人口の半分に課税ができなかったと。2つ目は母親が仕事に行くので、今や子どもたちは早くから学校に通うと。だから子どもたちを家族から引き離して、子どもたちの考え方を好きなようにできると。州の職員牧師が子どもたちの家族になる。それらがウーマンリブの主要な目的だったと。
それまでの僕の考え方ではウーマンリブはとても高潔なことだった。でもその裏にある意図を知った時、どういう背景かと、何でやったのかとが見えてきた時、僕は高潔だと思ったことの後ろに邪悪を見ましたと言った。インタビュアーグロリアスタイナムともう一人がウーマンリブの専門誌ミセスに CIA が資金を出していたと認めたことを知ってますかと。アーロン・ルッソー、いや知りませんでした。それは聞いたこともないと。 CIA やミセス氏に資金を CIA がミセス氏に資金を出したんですかと。インタビューは女性に課税することと家族を壊すことを目標として言明しつつ CIA がミセス氏に資金を出したんですよと。アーロン・ルッソ、本当ですかと。それは聞いたことがなかった。まあでもニック・ロックフェラーに言われてから CIA が関係したのは知ってたけどと。インタビューはグロリア・スタイナムは CIA があなたが女性を助ける手助けをしたいと言った。それで資金を出してくれたと誇らしげに言っていましたよと。もちろんその運動を分裂させて征服したわけだけど、それにもともと女性はいろいろひどい目に遭ってきたけれど、どうも彼らエリートは彼女たちを助けるどころか、実はもっとひどい目に遭わせて彼女たちから男を取り上げたんですよと。黒人社会を見てごらんなさいと。50年前には私生児の割合は 10% だったけど、今や 90% 以上ですと。福祉ときたら政府からお金をもらうと思ったら家の中に男がいちゃまずいと。家族がこのようにすっかり崩壊させられ、総人口で見ても私生児の割合は 50% 以上ですと。アーロン・ルッソ、ニック・ロックフェラーとの付き合いの中で、私たちは互いの考え方や人生観などを語り合い、彼は私に仲間になって欲しがったと。私が CFR のメンバーになることを望み、私にいろんなビジネスチャンスを与えようと言い、過去私が続けてきた戦いをやめるようにと。彼は人々のための私の戦いに一体どんな得があるんだという姿勢でしたと。私は映画界でとても成功してきたし、真実を何が本当に起こっているかを見つめて、それらを人々に伝えようとしていたと。彼は私に人々に向かって発信する代わりに彼らの仲間になって欲しがったと。僕が人々を揺さぶって動かすことのできる人間だからだと。彼らに対抗するより自分の仲間にさせたかったと。簡単なことです。私をリクルートしようとしたと。でも私はそれに乗らなかったと。インタビューは彼は怒りましたかと。アーロン・ルッソ、いいえ、ある時彼は仲間になったら ID カードをあげるよと。アーロン、チップも KMA って書いてあるチップをと言ったです。KMA って何だいと聞くと、キスマイアス、俺のケツにキスしろさと。誰でも警官とかがお前を止めようとしても、そのチップや ID カードを見せればもう邪魔はされないと。俺たちの仲間なんだからと。それからなんで他のやつらのために戦ったりするんだと。どうしてだいと。彼らは支配されているべきなんだと。彼らはと。君が支持している憲法というのはほんの少数のもののためなんだぜと。ほんの少数だけがそう生きられるものなんだと。最良の社会とは全てを支配するエリートに導かれたものだと俺たちは信じていると。だから僕はとてもそんな風には思えないと。神が僕をこの世に生み出したのは、僕が人間としてベストを尽くせるようにだと信じていると。それは全ての人間に言えることだと。君は他の連中の奴隷や羊になるためじゃないと。どうして君が全てを支配したがるのか分かんないよと。なんでそんな必要があるんだと言ったんですと。CFR の人たちがみんなニックを同じ考えなのかみんなニックと同じ考えなのかと聞いたけれど、答えはノーでしたと。彼らは社会主義が一番だと思っていて、正しいことをしていると思っていると。でもトップにいる人間たちは他のメンバーは真実を
何が起きているのか分かっていないと。ダン・ラザーみたいに CFR にいる2000から3000人の人たちは何が起こっているのかなんて分かっちゃいないと。ダン・ラザーっていうのは CBS の有名なあれですよね、キャスターですよね。彼らが CFR に加入したのはそれが名誉があることだからですよと。彼らの仕事柄有益だろうとかそう考えて入っていると。本当はどんなことが起こっているのか、そこで CFR から発生している悪事など彼らは知らないんですよと。僕から見て今存在する悪事の弊害といえば911に起きたことはベテンだったということです。私たちは911の真実を全然分かってないと。インタビュアーそこをもうちょっと伺いたいんですが、ニックはあなたに何が起きるのかを11ヶ月前に話したと。911が起きた時に何を思いましたかと。どこにいてニック・ロックフェラーや彼に言われたことを考えましたかと。アーロン・ルッソ、実は僕はタヒチにいたんですと。息子が電話してきてツインタワーが攻撃されて崩壊したって。僕はタヒチで寝てたんですと。飛行機が突入したとか言われて、僕がいたところにはテレビがなかったので島の反対側に行ってホテルでテレビを見たんですと。それが何が起こったのか目にした最初でしたと。これがニックの言ってたことだったとはすぐには気づきませんでしたと。でもアフガニスタンを攻撃するとかイラクへ展開していくにつれてこれが何だったのかが分かったんですと。ニックと僕はいろんな話をしたけれど、その中の一つ彼が言い出したんだけれど、世界人口を減らすこと、世界中に人間が多すぎるという話をしましたと。見方によっては僕も同感だけど、だからといって僕は自分に誰が死んで、誰が生きるか生き残るかを決める権限などないと思っていますと。でも彼らは世界の人口を半減させないといけない考えていますと。これ人口削減ですよね。ケムトライルですよね。そして彼はある時、イスラエルとパレスチナの問題解決がとても厄介だと言い、一度はイスラエルをアリゾナに持ってくるというアイデアはどうかと思ってるんだと言いましたと。イスラエルのみんなに100万ドルずつ1億円あげて移動させ、アリゾナ州の中にイスラエルを作るというんですと。インタビューは信じられないと。アンロン・ルッソ、あそこの問題を集結させるために、解決化させるために、ある意味でその問題は彼の担当ではなかった。彼らの担当ではなかったけれども、彼らはその問題をコントロールしていませんと。インタビューはニック・ロックフェラーがこうして一連の話をあなたにし、また911が起きた後で彼に会いましたかと。アーロン・ルスト、いいえ、会ってませんと。でも彼が僕に兵士たちがオサマ・ビン・ラディンを追って洞窟を探し回ると話したことは言いましたよねと。インタビュアー、それらがみんなアーロン・ルスト、ペテンですよと。全部やらせですと。詐欺行為ですと。インタビュアー、彼は笑っていましたか、それとも冷たい口調だった。アーロン・ルッソ、彼は笑いに近かったですねと。冷笑というか、笑ってそういうもんだよという感じだと。なんてバカなんだと。僕たちは何でもやりたい通りにできるってと。これが全文なんですね。いやー、すごいですね。砂月金さん。これはあれですね。山崎氏のキャスは一行一面コメントが集団嵐のため禁止と。このキャスの目的は情報の拡散と共有。ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。この猫太郎さんに対してのあれですね、コメントですね。キララカットさん、コンティニューコイン、猫太郎さん、こんばんは。いつも興味深く拝聴してますと。沖縄の大げさ太郎さんが香港デモの現場から中継してます。後でご覧くださいということですか。ミルキーさん、
金利交渉で福田赳夫首相はロシア側から暴力的脅迫を受けていたと。これは面白いですね。それで彼は突然辞めたんですよね。砂月さん、アーロン・ルソーの仲間たち、ジム・ストーンインタビュー。はい。からスノーデン、未公開フィルム、米、諜報活動に利用された日本ということですね。YouTube ですか。砂月さん、ジュリアン・アサンジュへのインタビューと、ウィキリークス。から土山純一さんですね。いつもありがとうございます。お茶箱10とコンティニューコイン2枚ですね。サイダリアさん。お茶が3つですね。はい。ということで、なんだっけ。今日のメインテーマのポイントだけでもアップしますね。現在時間が56分12秒ですね。視聴されている方が同時期で59名様、全体で139名様、コメントが20件ということですね。今日のメインテーマ。マイナス20。命がけで語ったんですね。でこのインタビューの6ヶ月後に膀胱がんで亡くなったと。病気で亡くなったっていう体裁をとってますけど、実はこの911の真相を暴露したんで、殺されたと、謀殺されたというのが真相でしょうね。で実際彼は生前ですね、ずっと脅迫されていると。ですからこのがんも攻撃されたものだというふうに彼自身が語ってたんですね。そして、これウィキのあれですね。ウィキの抜粋。マイナス23。アレックス・ジョーンズのインタビューに答えた。その後ですね。その中である事件が起こると。その事件をきっかけにしてアフガニスタンに侵攻すると、米軍が。でイラクにも行くということを11ヶ月前に予告してたと。で、
その事件及びその後に起こる米軍侵攻のすべてがでっち上げだと。この会を発表した半年後、6年前から患っていた膀胱がんによりルッソーは死亡したと。でトークショーの司会者アレックス・ジョーンズは、アーロンが密かに自分はずっと脅迫されていたからがんは攻撃的なものだと語ったと明言したと。ということですね。でこのインタビュー映像の全文書き起こしを第3度として、いかに再建するということなんですね。でこの中で、ニック・ロックフェラーはウーマンリブ1960年後半から70年に起こった日本でも起こりましたよね。ピンクのヘルメット榎本なんとかっていうリーダーが登場して突然消えちゃったんですよね。これ仕掛けたのはロックフェラー財団だということを言ってるんですね。で、この映像ですね。インタビュー映像、YouTube 映像、ジョン・レノン、マイケル・ジャクソン、はい、から全文書き起こしですね。書き起こしの元のブログですね。URL はここです。ちょっとこれ内容が長いんで11ヶ月前にある事件が起こって、それをきっかけに米軍がアフガニスタンに侵攻しイラクに侵攻するということなんですね。台車に当たって堀ちえみ支配者層に暗殺だとの見方がありますと。申し訳ありません、こんなアカウント名でと。そっか、今和の清志郎という、今和って読むんですね。今和の清志郎さんという、彼も若くして亡くなっちゃいましたよね。でイラク侵略して油田を確保し、中東に軍事基地
これサウジアラビアに米軍基地、巨大な米軍基地作りましたよね。でニューワールドオーダーの中に組み込むと。で次はベネズエラのチャベスを助けんだという、やっつけんだと、その通りになってるんですよね。そうしたら彼の言ったとおり911になったと。今はの清志郎、少し音声が似てる気がします。そうなんですかね。ワイワイさん、支配階層の総裁は誰だと。支配階層っていうのは日本なんですかね、世界なんですか。どっちのこと言ってるんですかね。世界支配階層階級の奥の院っていうのはイルミナティでロシアでしょうね。でそれの代理人が日本各国の大統領とか首相になってると。だから世界支配階級と各国の支配階級っていうのはいわゆる主従関係にあるというふうに私は見てますけどね。ということで、この後はですね、直接この記事を読んでもらいたいと。支配者層の支配階、ちょっと分かんないですね、この人の意味が。ちょっと怪しいですね、こういう質問をしつこくしてくるっていうのは。なんか誘導質問みたいなもんですよね。ということで、今日のメインテーマは再度取り上げましたけど、アーロン・ルッソー監督の命がけの証言ということで、第3弾ですね、911テロは自作自演だったという、シリーズでずっとやってるんですけど、今日は第3弾ということで非常に重要な内容を、再度取り上げたということですね。読み間違えた。支配者層の総裁と。支配階層。だから総裁っていうのはトップの人のことを言うんですか。だから個人の名前を言えっていうんですかね。でその個人の名前を言うことがどういう意味があるんですか、あなたにとって。全然わかんないですね、こういう質問を投げかけるっていうのはね。まあいいですよ。ということで、今日のメインテーマはこれで終わりです。今日のトピックスですね。この国、この地球を握っているものは誰だと思ってますかと。もういいですよ、この話は。私は地球世界支配階級の奥の院というのは、ロシア領が全部仕切ってると。そして各国の支配者、各国のいわゆる支配階層、支配階級というのは彼らのいわゆる、代理人ですよね。それ以上具体的にそれじゃあ誰が仕切ってて、具体的に、どの人物を特定するかという話をする必要はないということですよね。ということでこの問題に関しては以上です。なんか怪しいですね、この人ね。1週間黙って聞いてれば分かりますということですね。ということで今日のトピックスですね。動画上空から撮影した香港大規模デモ、中心部は麻痺、逃亡犯条例改正に抗議ということで、これ、AFP ですね、先ほど画像を取
取り上げたんですけど、これの元記事ですね。すみません。私は万能です。なんかよくわかんないですね、これ。ちょっとね。一見へりくだってるけど、あれですね。ブロックした方がいいですね、こういう人は。それから次が、これはロシアの動画ですね。ジャーナリストが釈放されたと。から3つ目が、これはあれですよ。同じロシアでも警察に対する抗議デモがあって400人が超が拘束されたという、すごいですね。これも動画付きです。 AFP だ。もともとはこの日の抗議デモっていうのは、その拘束された、ジャーナリストの解放を要求するデモだったんですけど、その前に突然釈放されたんで、目的をですね、警察の応募腐敗を抗議するデモに変えたんですね。そしたら400人以上が拘束されちゃったということですね。から韓国検察、サムソンがイ・ミョンバク訴訟費数億円を追加で渡していたことを確認したということで、イ・ミョンバク、これサムソンがイ・ミョンバク大統領を陰で金銭資金援助してたということがバレたんですね。これイ・ミョンバク政権の時に日本の竹中平蔵が顧問だったんですね。経済顧問かなんかで、お金もらってたんですけど、その辺のことが韓国の検察が調べないんですかね。日本の検察はもうどうしようもないんで、韓国の検察に頼んでですね、イ・ミョンバク政権の中で竹中平蔵がどういう提言をして、具体的にイ・ミョンバク政権が彼の提言に従って何をしたかということの具体的なあれをですね、ぜひ捜査して発表してもらいたいですね。ミルキーさん、香港のデモ鎮圧に警察はゴム弾と催涙弾を使用と、怪我人も出ていると、香港からの動画は中国政府によって敬遠されているそうですと、画像は天文安人権を想起させますということですね。そして
米両院の下院議員サウジなどへの武器売却阻止する決議案を提出したという。これトランプはひどいですよね。8000億円以上の米国の武器をサウジアラビアに売却するということを議会を通さないで、いわゆる緊急事態が発生したというイランの脅威が増大したという理由で、議会承認を迂回して、直接もう議会の承認なしに売っちゃうという暴挙に対して、いわゆる共和党と民主党が両方の下院議員が阻止する決議案を提出したという、ひどいですね。ここまでやんだね。トランプ政権は先月、イランの脅威による非常事態にあるとして議会の承認なしにサウジアラビアあるいはUAE か、アラブ首長国連邦ヨルダンに対して武器弾薬や航空機、設備維持管理その他の軍事物質を売却することを表明し、議会の怒りを買ったという。だから彼は非常事態だから議会を通さないでいいという、メキシコとの国境との壁、もそうですよね。非常事態だからということで大統領命令だけで、やっちゃったんですね。もうとんでもない独裁者ですよね、これトランプ。ということと、そして最後です。エクアドル憲法裁判所同性婚を合法化したという。やはりそうなんですね。憲法裁判所があるかないかでは全然違うんですね。エクアドルの憲法裁判所が同性婚を合法化したというね。そして今日の重要情報として、日本の出生率は世界184位と国の子育て支援の貧困を示すということで、これ長州新聞のなかなかいい記事なんですね。非常に長い記事ですけど、184位ですって。世界最低の出生率、結局何なんだということですよね。これ結局何かというと、子育て支援一切してない、ほとんどしてないと。だから最大のものがあるじゃないですか。出産費用とか等々が高いってこともありますけど、それ以上に保育園、幼稚園、そして小学校、中学校、高校、大学の子どもに対する教育費が異常に高いんですね。だからみんな子育て、子どもを産んで子どもを育てると、日本で育てるということがものすごく経済的な負担になるということで躊躇するんですね。それとその前の段階で、若者の貧困がまともな結婚生活、あるいは結婚すらもできないようにしているという時代ですよね。だから結局そこまで悪化しているということは毎回言ってますけど、戦後70年以上米国の傀儡政党の自民党が日本の政治権力を独占してきたということはもう限界に来ちゃってるんですね。あらゆる意味で。
だから1億2650万人の日本の国民、の95%の人がますます貧困化すると。そして残り5%がますます豊かになるという貧富の格差が極限に拡大しているという事態ですよね。それに対して、今の自民党自公政権、あるいは自公政権を支えている背後のいわゆる、経団連に結集する大企業とか大銀行とか、あるいは戦前の天皇独裁大日本帝国憲法に差し替えたいというとんでもない極右ファシストたちの、日本会議とか神社本庁とか、あるいは靖国神社とか護国神社とか、あるいは在特会とかという勢力、天皇原理主義者たちが一体となって、日本 95% の国民の生存権すらも奪おうとしているということに対して、もう限界に来てるから、いわゆる買収された偽装野党政治家、あるいは政党に騙されないで、まさに、利権特権を拒否し認めない普通の市民が立ち上がって、戦後70年以上を日本の政治社会を経済金融を独占してきた支配日本の支配階級、背後にはアメリカ支配階級、そしてロシアの国際金融マフィアによる世界支配階級をバックにした日本の支配階級自公ファシスト政権自体をもう終わらせるということしかないんですね。我々が我々の生活生命、あるいは人間の尊厳を守るんだということで、でその一つのきっかけとして今の山本太郎氏が立ち上げた令和新選組の戦いとか、あるいは黒川さんなんかが立ち上げたオリーブの木等々で、いわゆるプロの政治家ではなくて全く別の業界にいた人がこれではまずいということで政治に立ち上がったという新たな動きっていうのは、韓国のろうそく革命、文政権を樹立させたろうそく革命、あるいはイタリアの五つ星運動、今極右との連立ですけど政権を取っちゃったんですね、10年で。あるいはフランスの黄色いベスト運動等々ですね。そしてドイツの緑の党が世論調査で第一党になったということなんですけど、そういう新しい潮流と連動してると思うんですね。ということで、その出生率がなんで世界184位までなるほど低くなるかっていうのは、全ての矛盾がここに現れていると。要するに子供を育てて、結婚して、子供を育てて、まともな生活が日本では維持できないというふうに絶望の状態だから、これほど異常なほど出生率が低下しちゃっているということの元凶は何かというと、もう70年以上ずっと日本の政治権力を支配している、自民党ですよ。で自民党を背後で支えているあらゆる勢力、支配勢力等々をトータルで打倒すると。
その戦いに我々普通の市民が立ち上がるということしかないと思うんですね。ということで今日の、木曜日の放送はこれで終わりですね。なんか変なネトウヨみたいな言いがかりイチャモンつけが入ってまして、時間の無駄だったんですけど、ということで今日の放送これで終わりですね。コメントが63でした。お疲れ様でしたと。砂月さんですね。お茶ですね。配信ありがとうございます。DRC、CBI、CB2 という方ですね。から砂月さん、日本から日本人が誰もいなくなる日も拍車がかかったということですよね。異常ですよね、これ。世界184位っていうのは。世界最低だっていうことでしょ。全世界で200カ国あるとすると、もう世界は、日本の出生率は世界最低と。これは異常ですよね。なんか特別の原因があるというふうに考えざるを得ないですよね。で、それはもう若者の絶望でしょうね。自分の未来の人生に夢が持てないと。だから結婚もできないと。結婚できたとしてもまともな生活が維持できないと。ですから子供なんか産むこともできないと。将来の生活設計もできないというところの極端にですね、絶望的な状況の中に、いつの間にか日本は陥っちゃってるということに対して我々自身がこれを解決する戦いに決起するしかないということでしょうね。出生率驚きましたと。勉強させていただきました。ありがとうございました。イルミナティ研究会さんですね。ということで、非常に長かったですね。もう今23時5分ですね。87分18秒、視聴されている方が60名、全部で190名、コメントが65件ということですね。ということで、お疲れ様でした。今日の放送はこれで終わりです。明日ですね、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。明日金曜日ですけど、よろしければまた合流してくださいということで今日の放送は